7月2日、今日は朝から体が変でした。おでこが熱いです。体がだるいです。僕は風邪だと思いました。疲れているのかな。一人なのでとっても困りました。だからデイビッドに電話をして助けを求めました。するとデイビッドは大丈夫？もし病院に行くなら日本人の友達を連れて行くよと言って日本人の友達を呼んでくれました。デイビッドの友達はともきと言います。ともきとデイビッドは僕を病院に連れて行ってくれました。僕はデイビッドに英語で症状を伝えました。デイビッドはともきに英語と日本語で僕のことを伝えました。そしてともきが日本語でお医者さんに僕のことを伝えてくれました。ともきは多分お医者さんに敬語を使って話していたと思います。敬語はまだ僕には難しくてわかりません。いつか理解できるようになりたいです。診察室では英語と日本語が飛び交っていました。熱が He feels 解熱剤を How long こんな感じでね。僕はどっちの言葉を聞けばいいのかわからなくて、あっちをキョロキョロ、こっちをキョロキョロ。体の具合は悪いけれど、僕は笑ってしまいました。日本に優しい友達がいて、本当によかった。病院の後はコンビニで飲み物とゼリーを買いました。ただ、せっかくともきが勧めてくれた風邪用の栄養ゼリーはとてもまずくて飲めませんでした。ごめんね、ともき。その代わり、シンプルなリンゴ味のゼリーを食べました。そして薬を飲んでホテルで休んだら少し楽になりました。明日デイビッドとともきがもう一度僕に会いに来てくれます。二人は学校があるので授業の後に来てくれます。頑張って直すぞ。二人とも今日は本当にありがとう。
マイケルは無事病院に行けてよかったですね。日本には困った時はお互い様という言葉があります。この言葉には人は誰でもいつ困るかわからないからお互いに助け合うのは当然だよという意味が込められています。そんな優しい心を持って私たちも日々過ごしていきたいですね。ではまた次のお話でお会いしましょう。お楽しみに。